にちは、東京九段工作ラボです。このチャンネルでは 3D プリンターを楽しく使うための情報をお届けしています。今日は 3D プリンターで作った形にレーザーで表情を足していきます。形は 3D プリンター、表情はレーザー。この一手間だけで作品はぐっと格上げされます。机に置いて眺めたくなる、カバンにつけたくなる、誰かに送りたくなる、そんな一枚に変わります。そこで今日は3D プリント作品をレーザーで格上げする3つの表現を試していきます。使うのはレーザーペッカーの LP4 です。スマホ一つで操作できて、自宅の机に置ける小さなレーザー彫刻機です。さて、1つ目は名前や模様を入れて自分だけの1枚にすること。2つ目は色をくっきり分けて見た目を引き締めること。そして3つ目は黒い板に絵を浮かび上がらせて飾れる作品に近づけることです。形は 3D プリンター、表情はレーザー。仕上がりによっては言われなければ 3D プリントとは気づかない。今日はそんな変化をご紹介します。今回作った3つの作品は皆さんでも作れるように手順を一通り資料にまとめました。動画の最後に無料で受け取れる方法をご案内しますね。それでは始めていきましょう。まずはネームプレート。3D プリンターで作った何でもない黒い板です。ここに文字を入れてみます。カリグラフィー文字、細い線画です。文字が入ると不思議と愛着が湧きます。誰かへの贈り物にしてもきっと喜ばれます。入れた文字や模様は表面に色で焼き付くだけ。溝にはなってないので、指でなぞっても引っかからず擦れても消えません。水に強い素材を選べばアウトドアでも水辺でも気兼ねなく釣れていけます。3D プリンターで形を作るだけでも楽しいのですが、そこにこれ東京メーカーズなんですけれども、名前や模様が入ると急に自分のものっていう感じが出てきますよね。ただのプレートだったものが少し特別なものになる。この変化がレーザー加工の面白いところです。フィラメントの色は黒だけじゃなくっていろんな色で作ることができます。黄緑、オレンジ、赤で、ちょっと白というか灰色とかで作ることもできます。今回ほとんどネームプレートで作ってみたんですけれども、こんな感じでワンちゃんの形だった線画を描くっていうこんなこともできます。次は色です。これすごい面白いんですよ。レーザーを使うと2層で作ったプリントを後から2色に分けられます。文字やマークのところだけ色を変える。こんなこともできます。仕掛けは 3D プリントの印刷の時にあります。下に見せたい色、白や黄色、オレンジを先にすっておいて、その上を黒で覆います。下に色、上は黒。この2層で 3D プリントしておくんですね。で、色をこうして層で重ねられるのは 3D プリンターならではです。あとはレーザーで上の黒だけを飛ばします。すると下に仕込んでおいた色が顔を出します。同じ図柄でも下から出てくる色が変わるだけで印象が丸ごと変わります。文字がはっきり見える、模様が締まって見える、作品全体が売っている感じの顔つきになります。これが自分の机の上で作れます。ここまで来ると 3D プリントしただけの板とはかなり見え方が変わってきます。今見ていただいた表情はすべて同じ1台で出しています。使っているのはレーザーペッカーの LP4 です。今回の動画はこのレーザーペッカーさんの提供でお送りしています。3D プリンターの横にスッと置けるぐらいの大きさです。机の上で印刷から仕上げまで完結できるこの距離感が個人的にはかなり使いやすいと感じました。中には性格の違うレーザーが2つ入っていて、素材や狙う仕上がりに合わせて使い分けられます。表現の幅が広いのはこのためです。印刷から仕上げまで同じ机の上で完結します。それと今日は 3D プリントの作品を中心にご紹介していますが、この1台でできるのはそれだけではありません。金、シルバー、銅、石、アクリル、鉄、レザー、ガラス、木材、プラスチック、いろんな素材に彫ったり切り出したりできます。
しかもこれ本体から外して手に持って使うこともできます。机に乗らないような家具のような大きなものにもその場で彫刻できます。オプションもいろいろ揃っていて、使い方の幅は思っている以上に広いです。気になった方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは最後の表現をご紹介します。こちらです。一見絵を貼り付けたように見えます。でも貼ったのでも擦ったのでもないです。レーザーの強さを細かく変えながら走らせることで、表面の色が濃く淡く少しずつ変わっていきます。その濃淡だけで写真のような陰影が浮かび上がってきます。今回はアルフォンス・ミュシャの絵をプレートに入れてみました。絵画のような一枚ができます。例えば自分の作品の片隅にこういう一枚をワンポイントで添える。それだけでぐっと上質な感じになります。飼っているペットの写真でもいいですし、好きな風景でもいいですし、家族の記念写真でもいいです。また自分で描いたイラストでもいいかもしれません。そういうものを手のひらサイズのプレートにして残せます。3D プリンターで作った形に写真や絵の表情を足す。そうするとただの作ったものではなくて、飾りたくなる一枚、誰かに渡したくなる一品に近づいてきます。世界に一つだけの作品を自分の机の上で作れる。これはかなり楽しい表現だと思います。形は 3D プリンター、表情はレーザー。この2つが組み合わさると、作れるものだけでなく作りたくなるものが増えてきます。次はこれに名前入れていきたいなとか、この模様を入れたら面白そう、ペットの写真で1枚作ってみたい、そんな風に完成した後を想像する楽しみが増えていきます。ただしこのレーザーは光と熱を扱う道具です。使うときは必ず取扱説明書を確認して、保護具ですとか換気ですとか素材の確認など安全面には十分注意していきましょう。そして今回の作り方は一通り資料にまとめました。自分でも試してみたいという方に東京九段工作ラボの公式サイトで無料でお配りしています。今回使ったレーザーペッカー LP4 のリンクとその資料のリンクはどちらも概要欄に入れておきます。気になった方はそこからチェックしてみてください。もしこの動画が参考になったらぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんのコメントとても励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。